ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ギルド戦とアリーナで戦闘する際に、やっておいた方が良い、事前検証について解説をします。メイン画面の左下に、緑色のアイコン、チャット、ボタンがあります。それをクリックして、ギルドバトルを選択すると、ヒーローチャレンジ、もしくは、タイタンチャレンジを選択することができます。今回のケースでは、ギルド戦やアリーナに関する事前検証なので、ヒーローチャレンジを選択しますが、ここで選択する戦闘モードは、自動になり、ヒーローパワーを選択する部分では、最大を選択することになります。このバトルチャレンジ機能の特徴として、画面左側のチーム編成の方が、画面右側のチームよりも、スキル発動が若干有利になるように設定されているので、対戦する相手を画面左側の攻撃側に設定して、ギルド戦やアリーナで攻撃側となる自分のチーム編成を、戦闘画面の右側、つまり、防御側に設定するのがコツになります。バトルチャレンジを実施する目的は、マックスパワーの環境下における、チーム編成同士の相性の事前確認なので、どちらかというと、自分のチーム編成を、スキル発動で不利になる防御側に配置した方が良いと、カーク信者は考えています。まあ、このあたりについては、好みの問題なので、攻撃側、防御側のどちら側に自分のチーム編成を配置するのかは、視聴者様にお任せします。実際に検証した、実例を紹介するよ。この対戦相手は、先週のギルド戦において、カーク信者が実際に対戦したチームになります。総合パワーだけを見ると、カーク信者のチームの方が優位ですが、敵チームには、アスタロスの復活スキルを阻害する可能性のあるセレステと、ヒーラーのテアが組み込まれています。敵チームが、ヒーラーのマーサを起用せず、テアを起用している理由は、おそらく、短期決戦を想定しているからだと思われます。ヒーラーのマーサは、スキル発動が遅い部類のヒーローなので、速攻で対戦相手を倒すパターンになることが多いカークチームの場合だと、マーサのヒーラーとしての性能を発揮する前に、戦闘が終わってしまうことがあります。そのことを嫌って、体力回復のスキル発動が早いテアを採用しているということは、カーク信者でも容易にわかります。さらに、敵チームに組み込まれているセレステですが、一般的に、カークチームには、セレステが採用されるケースは稀になります。そのため、テアとセレステがどのような相乗効果を発揮するのか、未知数の部分があり、それを、バトルチャレンジで、事前検証しようということですね。検証動画を紹介するよ。このバトルチャレンジでは、ペットを帯同していない検証なので、実際の戦闘では、同様の結果になる保証は一切ありません。この検証では、画面右側のカーク信者のチーム編成の方が勝利しますが、着目する点は、誰が真っ先に、お亡くなりになるかという点になります。セレステは、アスタロスの復活スキルを阻害するヒーローとして有名ですが、その理屈は、セレステのスキル3番に由来します。セレステのスキル3番は、敵が回復スキルを発動した際に、回復した体力を最大で 42% ほど、魔法ダメージに変換します。つまり、アスタロスの蘇生スキルは、体力を最大でも9万しか回復できないので、それを瞬時に、42% ほど、奪い去ってしまうということです。さて、この検証で最も重要な点は、誰が真っ先にお亡くなりになるかという部分だと、先ほど説明しましたが、カークチーム対カークチームということで、両方のチームともに、カークが真っ先にあの世に旅立つことが判明しました。さすが、神走行のカークと言われるだけあって、気持ちよいくらい、迷いなく成仏するなぁ。この検証結果を見る限り、この後のギルド戦でカーク信者が勝利できるかどうかは、カークが真っ先に倒れた後に、復活できるか否かにかかっています。別の懸念材料として、カーク信者のアスタロスは、
魔法攻撃の育成が中途半端なので、アスタロスの蘇生スキルが発動した際のヒーローの体力は、65,000から再スタートになる点です。アスタロスの魔法攻撃のステータスがマックスの場合だと、蘇生時のヒーローの体力は9万なので、この点が、2つ目の懸念材料になっています。現状では、65,000の体力でしか蘇生しません。実際の、ギルド戦の戦闘を見てみるよ。事前検証の結果、マックスパワーのカークチームなら勝てることがわかっていますが、敵チームのペットは、スキル2番、マインドコントロール、を所持する、マーラが選択されています。嫌な予感しかしない？マーラからスキル2番のハートマークが飛んできますが、これが当たった味方のヒーローは、敵チームとして3秒間ほど戦うことになるので、アスタロスがカーク信者側を向いてしまいました。案の定というか、こちら側のカークが真っ先に倒されて、アスタロスのスキル4番が発動して蘇生しますが、その直前に、アスタロスがマーラのマインドコントロールの影響下に置かれているみたいで、カークは体力が、1、という状態でしか蘇生していないようです。この、カークが蘇生する様子を、再生速度、10分の1の、スーパースローで見てみようと思います。ヒーローウォーズの奥深い部分というか、難しい点は、大勢いるヒーローやペットのスキルの仕組みを勉強しなくちゃならない点なんだよね。まず最初に学ぶべき点は、自分が起用しているヒーローと、ペットの特性になります。そして、自分のチーム編成について習熟した後は、残りのヒーローやペットの特性を学習するステップに入りますが、これが、恐ろしいくらい、時間がかかるんだよね。誰か、動画で簡単に解説してくれないかな？あはは。そのようなわけでして、今回の動画では、バトルチャレンジを使った事前検証と、着目すべき点などについて解説をしました。ヒーローウォーズは、ただ単に、ヒーローを育成するだけのゲームではありません。ヒーロー同士のスキル発動の相乗効果を見極めて、それを土台に戦闘する、知識を競い合うゲーム性、という点が、他の日本製ソーシャルゲームとヒーローウォーズの大きな違いになります。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ヒーローをマックスまで育てて、そこからが本当の戦いだと信じる人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。